今日はですね、どうしてもソニカで行きたい場所があって、ソニカじゃないとダメな道があって富山に来ました。ソニカももうかれこれ初登録から20年ぐらいが経ってて、最近ちょっとマシントラブルもあってエンジンが止まることもあったので、本当にいつお別れが来てもおかしくないという状況なんでですね、ソニカが元気なうちに、動くうちに行きたいと。そうこうしてるといよいよいきなり道幅が狭くなりましたね。まっすぐですね、これまっすぐですね。でもうここから先がソニカでどうしても来たかった場所になるんですけど、もう分かりましたかね。これで幅が 1.48。 普通この小数点2桁まで指定されることってほぼないんですよ。この先の池原トンネルはって書いてあるんですけど、要はトンネルがあるからこの道幅しかできないよと。道自体じゃなくて、この先にトンネルがあって、そのトンネルの道幅が 1.48 しかない。でこのソニカの車の幅 1.475 なんですよ、通れると。いよいよメインはこの先のトンネルですから。ちなみにこの横にありますかね、これ分かりますか、通行止めの、もう即座にあれを出すだけですぐに通行止めにできるようにあそこにスタンバってるぐらい通行止めになりやすいと。もうすでにこれ草当たりますねこれでも軽自動車の規格が 1.48 で上限なんですよね。だから軽自動車でももっと狭いやつもあって、そういうやつは余裕で通れるんですけど、ソニカは 1.475 っていうかなりギリギリを攻めてる車幅なんで、さっきのは看板だったんですけど、これは公式な道路標識で下2桁っていうのはかなり珍しい。来ましたよ、これですね。これがもうまさにこのソニカのためにあるようなトンネルと言ってしまえば、ソニカ隧道と言ってもいいんじゃないかなと。ちゃんと変額がある、池原1号隧道。なんか入り口余裕だなと思ったら、その中でまた狭くなってるこれ1回広くなったと思ったら、こっからまた一段狭くなりますよね。待ってください、やばいです。デコボコしてますね。これ一定じゃないですね、幅が。多分狭いところと広いところがあるんですね。あ、本当だ、結構ギリギリ。そんなに余裕はない感じですけど、この辺狭いぞ。これ当たりそうですけど、当たるまでは畳みたくないんですよ。いけた結構左右ギリギリですねこれ、本当に。デコボコしてるから、これまっすぐ走ってたら当たっちゃうんですよね。左右出っ張ってるなこれちょっと待ってよ、これ。よいしょ。おー、こういうところがたまらんのですよ普通車だったら確かに行けないですね。抜けた。そうそう、これなんですよ。なんか周りがちょっと広く掘ってるのに、その中狭くなってるんですよね。なんだなんだ広いじゃないかと思わせといて、このフェイントかけるっていうところがまた憎らしいですよね。普
通だったらこのままそのまま掘っていくと思うんですけどね、ここから急にソニカ左右になるんですよね。ちょっともし分かったら調べたいですね。でここだけちょっと広くなってるかと思えば、その先でまた狭くなると。これが県道なんですよ。富山県の県道ですよ。国道の次に権威のある道が基本的には当たってこないです。超音波か何かで人に当たらないって言われてます。なんかいろんな本当に構造のトンネルを継ぎはぎにしたような、ちょっとこうちぐはぐな構造をしてるというか、またここ狭くなって外に出ますよね。なかなか謎な構造をしてるんですよ。本当にちょっとよくわからない。だからワクワクするんですけど。お寺ですかね。これが多分池原隧道から一番近い建物じゃないですかね。なぜあそこに隧道があるのかなというのが気になってまして、昔ここまでバス来てたもんですから、小田波っていうところから隧道3つ通って歩いてこられた、はい、ここにバス停があったんですか。そうです。富山駅まで行くバス。じゃあ向こうの集落の人たちが富山駅に行こうと思うと、この隧道3つ越えて歩いてきて、ここからバスに乗って。そうですね。普段あそこ通られることってないですか。めったにないですね。昔はね、向こうの集落に人が住んでいた頃はお寺の行事で行ったりしてましたので、じゃあもう集落がなくなってからはめっきり。そうですね。普通さえ通ったこともありますよ。そうですか。もともと池之原の方にお住まいだったという話を聞いたんですけど、絶対通らんとね、こっちまで出てこれんかったもん。足のどこからぬるぬるっとコンクリしてなかったからね。途中でね、長靴に履物ちょっと開口してね、履いた覚えはあります。ちょっとくの字になってるでしょ。あれは両方から掘ったから。でも昔の人頭いいね。だいたいまっすぐ。昔はこのお化け出た言うてね、学校の子供たちが見に行ったそうです。コウモリ出るからそういうふうに言ったんかなと思って今思うけれど、大事な道だっちゃ。大事ですね。そうだと思います。